本動画は個人的な見解であり、投資による損失について一切の責任を負いません。投資はご自身の判断と責任で行ってください。ドナルド・トランプ大統領がベネズエラの大統領を電撃逮捕しました。全世界が驚愕するニュースです。表面的には独裁者の排除、あるいは世界最大の石油埋蔵量を持つベネズエラのエネルギーを掌握しようとするオイル戦争のように見えます。もちろん石油も重要です。しかし、投資家の目でこの事件を覗いてみると、トランプの狙いは全く別のところにあるのかもしれません。今の株式市場を見てください。連日の冒頭、まさにメルトアップの状態です。ブレーキなしで走る暴走機関車のようです。トランプは誰よりも市場の整理を熟知している人物です。このまま放置すればバブルが自然に引けるのではなく、大爆発を起こして自身の人気序盤を台無しにしかねないということを本能的に知っています。そこで彼が取り出したカードこそが地政学的リスクという針です。パンパンに膨らんだ風船から少し空気を抜く必要がありますが、そのための口実が必要だったのです。ベネズエラ自体はまさにそのガス抜きの用途である可能性が非常に高いです。今日の映像ではトランプが設計している株価リセットのシナリオについて分析してみます。チャプター1、トランプ第1期のデジャブ、落としてまた上げる。私たちはすでに学習しています。トランプ第1期時代を覚えていますか？株価が上がりすぎだと思ったら、彼は夜明けにツイッター現 X で中国に関税爆弾を投げつけました。市場は発作を起こして5%、10% と急落しましたね。人々は恐怖に震えて株を投げ売りしました。ところがきっかり2週間後、トランプは交渉は順調だとリップサービスを飛ばします。株価はどうなったでしょうか？見せつけるかのように前高値を突破し、再び強盗しました。これこそがトランプの技術です。彼は市場が自身の統制範囲を外れて過熱することを嫌います。1、ショック療法地政学的イシュー。今回はベネズエラで市場に冷や水を浴びせる2ガス抜き加熱したバブルを人為的に引けさせ株価を落とす3回戻し釣り上げポンピング泡が抜けた価格で再び市場を浮揚させ自身の業績として放送する。今のベネズエラ大統領逮捕は単なる正義の実現ではありません。私トランプはいつでも市場を揺さぶることができるという強力な警告であり、過熱したエンジンを一時冷まそうとする高度な心理戦です。しかし今回は状況が少し違います。市場があまりにも強力な強欲に酔いしれているからです。チャプターにゾンビ化した市場、そしてトランプの意思、見てください。一国の大統領が逮捕されたのに、株式市場は下がるどころか、むしろ上がろうとしています。これは正常ではありません。投資家たちの脳裏に、どうせ株価は上がるという信仰が宗教のように刻み込まれてしまったのです。トランプの立場からすれば、戸惑うかもしれません。これほどのショックを与えたのに、下がらないのか？さて、ではトランプはここで止まるでしょうか？とんでもないことです。彼は自身の意図通りに市場が動くまでより強力なカードを切ってくるでしょう。ベネズエラが通じなければ次はイランかもしれないし、中国に対するより強力な制裁かもしれません。トランプの目標は明確です。この非理性的なバブルを自分の手で管理可能な水準まで落とすこと、そうしてこそ自身の任期中に株価を右肩上がりにさせるための土台炉ベースが整うからです。今、市場が持ちこたえているからといって安心しないでください。それはトランプの勝負欲を刺激するだけです。彼は結局市場を折るでしょうし、その下落は私たちが予想するよりはるかに早く深くやってくる可能性があります。そして彼が望む底が確認された時、初めてアメリカ経済は偉大だと叫びながら株価を再び引き上げるでしょう。私たちはその人為的な下落と再上昇のサイクル、そのジェットコースターに備えなければなりません。チャプター3、もう一つの来館、1月の日本銀行。ところが問題はトランプだけではありません。太平洋の向こう、日本からも不穏な暗雲が立ち込めています。まさに日本銀行傍受の利上げの可能性です。今、全世界の株式市場がこれほど熱い理由の一つは、円キャリートレードの資金です。金利の安い日本円を借りて全世界の株を買い漁るお金ですね。しかし日銀の立場として今のようなグローバル証券市場の過熱は看過できない水準です。多くの専門家が予想しています。これほど株式市場が過熱し、インフレ圧力が続けば、日銀は1月に金利を上げるしかないと、もし1月に日銀が利上げボタンを押したらどうなるでしょうか？全世界にばらまかれていた円資金が潮のように引いていきます。
これはトランプの地政学的ショックとは次元の異なる資金現金脈そのものが枯渇するシステム的なショックです。想像してみてください。片方ではトランプがバブルを抑えようと地政学的リスクを爆発させて株価を抑えつけます。もう片方では日本銀行が金利を上げ市場の流動性を吸収します。この2つが1月に同時に重なったら今、連日最高値を更新している、この日理性的な上昇相場は一夜にして悲鳴に変わるかもしれません。これこそが私が根源金を強調し、無理な追撃買い飛びつき買いを止める決定的な理由です。暴落はチャンスだ。しかし、今ではない。あまりに恐怖を感じますか？しかし、逆説的に、このシナリオには希望が隠されています。トランプは市場を破壊しようとしているのではありません。リセットしようとしているのです。トランプ第一期のパターンを思い出してください。彼は株価を落とした後、恐怖が極に達した時、誰よりも素早く不要策を使って再び上げました。つまり、今後やってくる下落相場は終わりではなく、トランプ第2期の上昇ラリーのための最も安い入場券を手に入れられるチャンスだという意味です。しかし、今はまだです。まだトランプのガス抜きはまともに効いておらず、日本の利上げカードはまだテーブルの上にあります。今入るのは落ちるナイフをつかむのではなく、まだ落ちてもいないナイフの下に横たわるようなものです。トランプの意思通りに市場が折れ、日本の緊縮の恐怖が市場を襲い、誰もがもう株は終わりだと投げ出すその瞬間、その時こそがトランプが望む底であり、私たちが現金を握りしめて入場すべきタイミングです。ベネズエラ大統領逮捕は単なるニュースではありません。過熱した市場に送るトランプの最初の警告状です。そして日本銀行はその背後で静かに利上げという刀を研いでいます。市場はまだ酔っています。しかし酒はいつか冷め、二日酔いは必ずやってきます。トランプの意図通りに株は結局折れるでしょう。そして彼の意図通りに再び上がるでしょう。私たちはその巨大な波の流れを読み、波に飲み込まれるのではなく、波に乗らなければなりません。今は興奮する時ではなく、冷徹な頭で来たるべき衝撃に備えて、現金を確保する時です。皆さんの口座がこの巨大なリセットの波の中で生き残り、来たるべきチャンスをつかめるよう祈っています。